こんちは。生産装備禁止の 4G 攻略パート3、始めてまいります。今回はまずストーリーの進行から、イサナ線作りに向け、殴り村の依頼をこなしてます。最初のクエはドスゲネだ。捕獲のチュートリアルクエだな。ここのムービー、結構怖くて好き。実際これに囲まれたら絶望感あるよな。最後にドスゲネが古文を押しのける感じいいですね。すごく強そう。が、アイテムもあるので苦戦するクエではないです。シルバークラウンでもさすがに火力は十分。先行2が支給されてるから、まずこれをぶん投げよう。これだけでだいぶ削れるはずだ。武器の更新はもうちょい先になる予定。すっかりシルクラも馴染んできたな。我々の動画でここまでガンスが映ることになるとは、コンセプト通りになっててよかったです。ただ、ずっと同じ武器だと絵的な変わり映えがしません。ここは対策を入れたいところ。それに関してはちょっと試したいことがあってね。今パートではそれを進める予定だぜ。さて、先行2個を使い切ったな。そろそろ捕獲の準備をしておこう。討伐するとクエストは失敗となります。すぐ捕獲ラインになるため、細心の注意が必要。4G のストーリーは何度か動画にしてますが、このクエの失敗率が一番高いかも。思った 1.5 倍くらい体力低くてな。気をつけないとマジで倒しちゃうよ。だけど今回は一発クリアができたね。さすがに3周目となると慣れるか。クリアタイムは2分と少し。シルクラくん素晴らしい活躍でした。さて、これで殴り村ストーリーが大きく動きます。いよいよ溶岩が止まった原因が判明。来たね、ネルスキュラだ。2回目の緊急クエストだな。こいつは初心者にとっての大きな壁。というか、熟練者でも難しい相手だ。この段階ではろくな武器が揃わないので、普通に苦戦するんですよね。もちろん、今のままでクリアできないってことはないですが、何らか工夫を施したいところです。さっきも言った貧弱な武器ラインナップ対策、ここで入れるとするかね。あ、そうそう、これは撮影中に気づいた小ネタだけど、この段階の殴り村はシルクラが入るぞ。武器が背景の光を反射して青く輝きます。3DS、いいスペックしてますね。これは溶岩が止まった今しか見られません。他にもいいスポットあるかもですが。イベ武器は見た目も特徴の一つだし、いい楽しみ方ができたね。さてと、それじゃまず工房によって、防具を一つ作るよ。前回作成したモンハン部のジャケットですが、これの足系統も用意されています。両方合わせるとライダースーツ。というか、田舎の暴走ヤンキーですねこれ。ジャケットが絶妙にダサいんだよね。色味も微妙に違うし。背中は狩猟連合って書いてんのかな。マジで田舎のヤンキーじゃねえか。とまあ、見た目は置いといて、こちらも貝で作れるレア7防具です。銅と同様、スキルが 1V で発動しますが、火事場プラス1と非常に中途半端ですね。火事場は1だと攻撃力の強化がないんだよね。防御力もほんの少し加算されるだけだし。しかし今は防御が上がるだけ嬉しい。引きで見れば見た目もまとまったし。すでに3スキル発動して豪華に見えます。いまいち強いのがないですが。ではこちらを引っ提げまして、今回もイベクエに挑戦しましょう。クエはこれ、ケロロ軍曹、スカウト大作戦だ。これは印象に残ってる人も多いんじゃないか。恐竜化とかはないけどザボーが初登場。本来は星4の序盤に戦う相手だ。地味に大型に遠くへってのも初ですね。周回初体力ですが大丈夫でしょうか。大丈夫じゃないと色々困るんだよな。積みってほどじゃないけど。氷海もこれが初になるか。村以外で訪れると初回ムービーは流れないね。モンスターとの遭遇関連も同様です。焦らず村からやれってことですが。鉄かぶらくんはさっくりといきます。前回でやりましたので。とはいえ村の個体とはわけが違う。めっちゃくちゃ体力が多いぞ。氷海は海側以外は足場が悪かったり狭いから、純粋に戦いづらいのも厄介だ。まあ、足元の悪さは地底洞窟も負けてませんが、最下層はそこそこ戦いやすかったですね。こちらだと氷やられの方が厄介かも。岩投げに氷属性がつきます。ガード武器はスタミナ管理も重要だからね。管理する要素が多すぎるよ。にしても、意外にダメージ量変わらないな。防具 1V 増えたんだけどな。言うても 1V の防御力20程度なので、体感できるものではなさそうですね。今は継ぎはぎもいいところなので、いずれ防具もしっかり整えたいところです。実質カゴしかスキルないからね。何かしら戦闘向きなものが欲しいぜ。10分以上かかってようやく鉄かぶら瀕死。やっぱり火力面がきついな。恐竜かガララほどはかからないと思ってましたが、さすがに周回除体力が2頭だと厳しいですね。ザボアザギルはカブラ以上の難敵です。慎重に立ち回らないとクリアできなさそう。こいつらの素材も一部必要になるからな。類破壊も狙わないといけないぞ。ガンス的には要注意な要素が多い相手だ。削り身ガード不能攻撃に弾かれ。火怒りならなんとかやれますが、怒り以降してからが本番ですかね。
そしていよいよガード性能に不満が出てきます。ザボアは威力値が高い攻撃が多く、盾持ちでノックバックするってのはどういうことなの？ガードでしのぐのが大前提じゃないのこいつらは。この辺もスキルがないと融通きかないよな。格差を感じるよね。最近のモンハンはガード自体が弱い行動になりがちですが、4ですでにその傾向を見られますね。一応、上位までなら砲撃レベルが高い発掘引けば、火力的には十分出るようなんですが。何人かコメントしてくれてたよね。4時代は砲撃後ガンスが有名だったしな。ただね、持つなら最大レベルが欲しいし、粘りすぎて進行止まっても仕方ないんだよな。結局 G 級行けばより強力なイベ武器があるので、性能面でこだわる必要性が薄いんですよね。それなら性能以外で面白いコラボ武器を持ちたく、発掘に手が伸びづらくなっています。正直、発掘を積極的に掘るのはいつになるかわからん。その時々で決めていく予定だ。とりあえず目下目指すのはそれ以外の方法。何もダメージを取るのは武器だけじゃない。もうクエストの時点でお察しかと思いますがね、何としてもクリアしましょう。はい、がっつりと飛びまして25分割です。苦しい。あかん、火力も機動力も貧弱すぎる。頼みのガードは全然役に立たんし。最近のモンハンがカウンターだらけなのうなずけるわ。ガードしても旨味が全然ねえよ。そもそも画勢がなさすぎて硬直が厳しいです。回避性能や距離が欲しくなります。回避系スキルをつけられるのはだいぶ後になりそう。やはりこの武器1本では無理があります。貴重な回復薬グレートもあと3つ。これ尽きたらかなり苦しいぞ。この後、ゼニーとポイントがたくさん必要な予定だ。物資の確保もこの縛りでは重要。裏手の金策や採取が結構な作業量になっています。楽しいからいいんですけど。その前にこのクエの集会がありますけどね。毎度30分かかると思うと気が重いです。まあ、ゆるいとはいえ縛りプレイだしね。ある程度苦しくならないと意味ないからな。あの MH4G を縛りで攻略しようってんだ。それなりに難しい部類の企画だと思うぜ。4G は攻略も普通に難しいですもんね。それで言うと回は全然マシな方なのかも。さて、切れ足が落ち、体感効果も切れてきました。いよいよ満身創痍ですが。膨らんでるうちに倒したいが、どうか。よしよし、とりあえずクリアはできたぞ。29分かかったけど。ひとまずお疲れ様でした。あとは何周で済むかですが。素材はチケットのほか、モンス素材も少し必要。ザボアの素材は現状このクエでしか入手できませんよ。確か歯が2つ必要なはずだ。頭部破壊は絶対忘れないようにしないとね。よし、じゃあ全て揃うまで、気合い入れて周回するとしようか。なんとか全3周で収まりましたね。蛙の油が出れたのが良かった。被害もそれなりに大きかったぜ。後で蜂蜜集めねえと。なわけで解禁されたのがこちら。我らがケロロフェイクだね。ああ、せっかくまとまっていたコーディネートが、これ 1V で壊滅ですよ。耳の部分は振ると揺れます。無駄に高度な技術が詰まってますね。元ネタと比較して頭身がでかすぎて違和感すごい。中華製のパチモンキャラみたいだ。しかし性能面では極めて重要なスキルを持つ。1V でボマーが発動だ。爆弾ダメージを強化する唯一のスキルです。倍率は 1.3 倍ですね。低防御なので自爆マラソンと相性が良く、発掘を求める廃人に馴染みがあります。我々も何度も動画で使ってる。その場合は強化しないんだが。今回は普通に攻略用として使うよ。地味に初の火力スキル搭載。爆撃で火力を補おうという作戦です。村会は固定ダメージが最も輝きます。ネックなのは爆弾の出費ですが、ここは半額セール時にまとめ買いしましょう。半額なら大樽でも259ゼニーで買える。これならギリ毎回使っても耐えられるね。それじゃ、ようやくだがスキュラ戦行こうか。早く爆破してみたいぜ。ちなみに、猫の火薬術はまだ使えません。酒食材の解放は集会所上位から。それにしても、ケロロのせいでムービーの迫力が、何ですかこの舐めた生き物は。頭装備の非表示機能って神だったんだな。モンスターにはどう映ってんだろ。よし戦闘開始だ。どうやって攻めていこうかな。爆弾は超高分までは用意していませんが、頑張って持ってくればよかったですね。爆弾は有効なダメージソースではあるものの、適当に当てるのは難しいです。ダウン中に1個ずつ確実に当てていきたいね。スタヤラレとかのリダウンを取りたい。この辺は話があればはかどるが、さすがにそこまでは用意できん。珍しく速攻のメガネが欲しいタイミング。G 級装備ですけどね。素の状態のスキュラとガンスは、相性は悪いかなと思います。こいつもだいぶちょこまか動くからな。単純についていけないぜ。切れ味緑で爪に弾かれるのもしんどい。ガンスは弾かれの隙がくっさでかいからな。正面で弾かれるとかなり危険です。毒のハサミ攻撃や睡眠のトゲ攻撃が脅威。
狙うとしたら側面か後ろからツンツンするくらいでしょうか。口で言うのは簡単ですが。回り込もうにも機動力が足りねえ。いちいち納刀すんのもなんかな。やっぱり空中からの攻撃が起点かな。ノリ以外にも空中攻撃あられがあるからね。直接狙うよりは有効そうですね。とりあえずそれを狙うとしますか。ボマー作戦は極めていいアイディアと思ったんですが、相手次第では攻めあぐねますね。結局隙を作るのは武器だったりするからね。ここは我々で頑張らないといかん。よし、とりあえず乗り機械は作ったぞ。これは爆弾チャンス。一部モンスはツタやられでツタを貫通しますが、スキュラもそのタイプですね。乗りダウンでも下に落ちてしまうので、ちょっと面倒に感じます。これって拘束時間的にはどうなんだろう。どこからカウントされてんのかな。これはどうやら落ちてからカウントされてるようです。スキュラの乗りダウン10秒と大体合ってました。ではボマー行きます。2個セットしましょう。ショータルと合わせて234ダメージだ。だいたい 6% くらい削れる計算かな。素の威力はオータルが80でショータルが20。意外にショータルのダメージが大きめだよね。ですね。大の4分の1と考えると、しっかり当てた方がいいかも。さて、爆弾と流撃砲もぶち込みました。あとは流れで行きましょう。爆弾の恩恵感じられるといいな。頑張っていこう。さあ、5分針に入って、今んとこ順調にいってるかな。やっぱ武器オンリーだとちょい厳しいですが、勢いでなんとかなってますね。流撃砲も絡めて固定ダメージ攻め、これなら弾かれも怖くありません。よしよし、弱ってるぞ。7分くらいで瀕死はかなり早い。これは爆弾がしっかり効いてそうだね。この段階でスキュラの針は結構難しいぞ。あとは適当に殴っていれば終わるでしょうが、最後まで油断せず行きましょう。おっと、毒を食らってしまいました。ちょっと気をつけてくださいよ。これ、動きが遅い武器には脅威だよな。発生が早すぎて見てからじゃ対応できん。やばい、これは回復しないと。横着してたら普通に落ちるぞ。と、編集中なら冷静になれるんですがね、プレイ中はなぜか攻撃を優先しております。そしてそのまま無様に落つと、4G 現役勢とは思えないクソプレイが出ました。解説動画で回復を怠るなって言っときながら、いやお恥ずかしい限り。ただ、ここはガンスの弱点もちょっと出てるんだよね。睡眠に対しての有効打がないんだ。最大火力としては一応流撃砲なんですけど、あれって実は多大ヒットですからね。今回は追加支給品が噛み合いましたが、もうちょっと持ち込みの爆弾増やしたいところです。やはり超合文も必要そうだなこれは。この経験は次に活かそう。よし、遠回りしたけどネルスキュラクリアだ。なんだかんだ10分には収まったな。ちなみに、このとどめの刺し方は非効率です。流撃砲が先にヒットしちゃうので。ともあれこれで星4に昇格。殴り村に無事溶岩が復活します。と同時に船の建造が進む。地味に急展開なんだよねここ。船底の素材やら集める杭はあったから、本当にあとは作るだけだったんだろうな。これで海に出られるようになります。ちなみに目的地はすでに港村となってますよ。で、ジェマ元井加工屋の娘も加わります。装飾品が解禁ですね。今はスロット的に活かしづらいけど、装飾品はこの縛りにおいて重要だね。よし、それじゃあ早速だけど船出と行くか。物語をどんどん進めよう。この後はコマちゃんの襲撃イベントがあります。最低限、猫飯は食べていきましょう。このイベントの体力がどんなもんかは不明ですが、爆弾ダメージは有効に働きそう。すぐ船外に行っちゃうからそこは注意だ。船の上なら狭いから爆風が当たりやすそう。でもここはガードが役に立ちそうだね。一焼けは相当難しいからな。コマに対してフィールドがあまりにも狭いです。踏み込む系の物理攻撃が厄介。類破壊とか特に気にせずに攻めます。どうせろくな報酬が出ないので。この縛りだと貝ゴマ素材使う先あるかな。普通の攻略なら巧みなテンプレになるんだけどね。早速だけど爆弾を当てている。1個259ジェニーだから慎重に。爆弾は普通の攻略でも有用ですけど、やっぱボマーは欲しいですね。通常プレイではボマーはブラキで解禁なので、実は回では珍しいスキルだったりします。この縛りならではの戦法だね。材料と金さえあればかなり強力だぞ。縛りといえば、できることを制限するものだが、逆に普段やらない戦法が輝いたりするよね。旧モンハンは DLC の使い分けができますので、また特殊な環境になってますよね。苦しい場面はありますが、思ったより快適にプレイできてるのが嬉しいです。我々、もともと縛りプレイの類はほぼやらんのだけど、これなら楽しく続けられそうだ。動画を作る観点でも新鮮さは重要でね。収録とか編集のテンションがだいぶ違ってくる。特にこの縛りは収録外の作業も結構ありますんで、楽しくないとやってられないですね。なんなら装備一覧を見るだけでも面白いです。すでにレア7防具が 3V っていう。
回攻略中でレア7が装備できるの相当珍しいよね。DLC 込みでも他の作品で再現できるのかな。この辺だんだん厳密になってそう。この時代ならではかもしれませんね。ということで無事にごまちゃん撃退です。爆弾使い出してからいいペースですよ。やっぱこの段階の爆弾って大きいんだろうな。シルクラで殴るよりよっぽど強そう。物語は進行して一等たちと再会。そのままチコ村に流れ着くぞ。到着というより不時着と表すべきか。神秘的な雰囲気が漂うところです。星4ストーリーは主にここで展開されます。何体かすでにイベントで戦っちゃってますが。でも、イベントとはできることが少し変わっている。ここでも爆弾を生かして戦っていきたいぞ。最初はポカポカ遠回りのお話になる。困ってる猫を助けに行く感じだな。この企画ではお供の比重が比較的大きいです。いずれ彼らの装備も整えたいところ。チコ村最初の相手はババコンガです。ガンスとの相性はまあ普通といったところか。こいつもちょこまか動くタイプだけど、一箇所に留まる時間もそれなりにあるな。つまり爆弾を当てる機会も多そう。積極的に狙っていくぞ。実はこのクエの前に地底洞窟で色々準備してきました。それをお見せしましょう。まずは普通に戦っていきます。肉質が柔らかく武器もそれなりに有効。ツタがあるから隙を作りやすそうだね。こいつは下に抜けるタイプじゃないし。なんか、ここに来て戦いやすくなってきたな。序盤の様子でもって辛いかと思ったけど。シンプルにガンスにちょっと慣れてきたかもですね。マージで使ってこなかったんで。あと、集会所の方で強いステータスを相手してたので、そことの落差もありそう。集会所の恐竜化ガララを超える相手は、村会だとほぼいないだろうな。それに加えて爆弾作戦。こりゃもう回はもらったかな。終盤は怪しそうなのもちらほらいますけど、そこはやってみてのお楽しみですね。それじゃあそろそろ準備した成果を見せますか。爆弾を使っていきますよ。起き上がりに合わせられると再ダウンにつながる。これを狙い続けるのが理想だな。ある程度割り切って行動するのが大事そうだ。爆弾狙うと決めたら余計な動作は禁物かな。隙を見るとつい武器で殴っちゃうんですが、おとなしく爆弾追加した方がいいですね。今のは怒り以降読みで深追いしました。こういうプレイはどんどんやりましょう。現役勢らしさも少しは見せていこうね。伊達にこのゲーム何周もしてないぞ。少なくとも5周はクリアしてますかね。今回のプレイが多分6周目くらいでしょうか。よくこんだけ味するなぁと感心します。4G ってやっぱ神ゲーなんじゃ。よし、じゃここで新たな爆弾を用意だ。超同分の爆薬、しっかり集めてきたぜ。これがさっきから言ってる準備です。何クエ分かストックしておきました。火薬層のニトロだけも地底洞窟で集まります。一箇所で済むのはまた良かったです。縛りの関係で採取スキルがないのがしんどかった。ポイントがないから攻撃もしづらいしね。ボマーの本領発揮はここからだ。長い隙には爆弾を最優先で当てていく。今はちょびちょび殴るより有効でしょう。相手がひるむ回数も増えています。あとはどの程度タイムに影響してくるか。少しでもテンポが上がればいいですね。どうしても同じ武器を担ぐ期間が長くなるからね。その間を埋められたら最高だ。6分ちょい戦って休眠に入りました。バッチリ火力が出ていたようです。持ち込んだ分全部当てたわけじゃないけど、やっぱり爆弾の数は重要だったね。苦労して素材集めた甲斐があったもんだ。採取で爆薬揃えるのはさすがに少し虚無かったし。これも今だけですから、季節とポイントが揃うまでの辛抱です。はい、ババコンが討伐完了しました。7分22秒といいタイムでしたね。これで野良お供が仲間にできるんだけど、野良お供自体がここから解禁なのかな。さっきも言ったけど、お供にはある程度期待してる。サブも含めて頑張ってほしいね。回復お供がシンプルに盾持ちと相性いいですね。抜刀状態で回復してくれるのはありがたいです。さて、ストーリーをさらに進めまして、今回はリオレイヤまでやっちゃいましょう。ババコンガの後ザボアとガララが出現したが、どっちもすでにイベントで戦ってるからね。ちなみにどっちも7分前後でいいタイムが出たよ。爆弾ありの村会とはいえ早かった。爆弾は肉質無視というのも大きいです。固定ダメージ取るなら砲撃よりこっち。そしてレイヤ戦ですが、飛竜士との戦闘は初になりますかね。イベント使えば戦える奴はいるけど、そいつらはもうちょい先になる予定だ。レイヤも頭の肉質は非常に柔らかいが、チャンス時には爆弾を狙っていくぞ。手数武器で頭を狙い続けるのは結構難しいです。殴るのは一撃が重い武器種の方が合ってますね。対空状態も攻撃こそ当てやすいですが、基本的に手を出さない方がいいです。風圧が厄介なんだよね。ガンスみたく構える武器は固められちゃいがちだ。こいつレウスの対みたいな顔してるけど、実際には低空の女王だからな。意外に殴らせてもらえないんですよね。やはりやりに厳しいゲームです。しかし、ガンスを持って思いましたが、
乗りダウンは割と取りやすいですね。一撃で乗れてるのをちょこちょこ見るよね。蓄積値高めに設定されてんのかな。これだけでガンスの評価が覆るものではないが、攻略段階では重要な要素かもしれん。乗りには爆弾と流撃砲が余裕で入ります。合わせればそれなりのダメージ。こうして硬い部位の破壊も進みやすいので、モンスター次第では非常に強力です。この縛り、あんまりモンスの素材を使わないんだけど、役立つ時は来るかもしれんね。にしても、イベ防具だけで色々活用法があるね。やってみるもんだな。下調べは本当の序盤しかしてなかったので、進めながら攻略を考えている感じです。その上でもうちょい苦しむことになると予想してましたが、まさか爆弾という抜け道があったとは。実は、もっと作れる装備少ないと思ってたんだよね。レア度7ってパッと見回じゃ作れないと思うじゃん。いざやったら普通に装備できてビビったよ。なんでレア度だけ高く設定したんだろうね。まあ、DLC 限定の装備なので、レアなものではあると思うんですよね。とはいえ知らないと結構びっくりします。チートや改造に見えてもおかしくないですよ。しかも、今じゃ正規には入手できないからね。レア度以上にレアな遊び方かもな。さあ、5分と少し経過して、レイヤ戦も順調に進んでいるぞ。さすがに体力が多いのでやや時間はかかりそうですが、モンスター自体が素直な作りしてますね。だいたい7分くらいで足を引きずりました。いいですね。ゲロロフェイク様々や、イベクエは大変だが、早めに揃えてよかった。特に毒を食らうようなこともなく、それなりに安定してたね。風圧には無力なんで危ない場面がありました。今後、アシュとか出てくると不安です。間違いなくガンスは回の主力ですが、上位以降はどうなるでしょうね。すでに先々で持ちそうな武器は見繕ってるが、上位になればそれなりに持てるものは多そうだね。が、通常プレイより選択の幅はかなり狭い。クラウン系統にもしばらくお世話になるだろうな。このシリーズ通して愛着湧きそうですね。コンセプト通りになりそうで何より。しかし意外に粘りますね。足引きずってはいるんですが。瀕死ラインはモンスによって違うからね。元々の体力が多いと割と粘られる。まだ耐えるか。この怒り以降に追撃を入れたいぞ。リオス系は方向、バックジャンプまで確定。メスは火球がない分反撃しやすいです。これで終わらせます。勝利の流撃砲。よしよし、いいぞシルクラ。放射1でも最低限の火力は出るな。なんだかんだ8分ちょいでフィニッシュ。いいタイムなんじゃないの。星4攻略は非常に希望が持てるものでした。次回以降もやっていけそうです。ということで以上パート3でした。今回は割と進みましたね。ストーリー進めないと環境が整わないからね。装備以外のところの狩りには重要だ。爆弾を揃えて防御力もそれなりに上げられた。普通に攻略が楽しくなってきたぞ。次回以降も色々と更新できるところはしていきましょう。シルクラもいい加減強化を視野に入れたいですしね。だね、ずっと爆弾ばっかなのもあれだし、武器にもスポットを当てていこう。ほいじゃ、次の動画で。またね。